皆さんこんにちは。今日は8月歌舞伎座第1部に来ました。新選組と百物語です。新選組は手塚治虫の原作も読んできたんで楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今8月歌舞伎座第2部の新選組が終わりました。いやー、漫画劇画をうまく歌舞伎にしてるなという感じがしました。すごい展開がスピーディーだし見応えありました。まず漫画手塚治虫原作ですけども、その原作と歌舞伎という点では原作読んで、だいたい40分ぐらいでさーっと読める漫画なんですけども、よくこれを1時間15分程度の歌舞伎にコンパクトにまとめたなという感じです。でも漫画の原作の要素は全て入っています。いや本当にぜひご覧になる方はこれ Amazon で、Kindle 版が読めますんで、原作の本当の手塚治虫の漫画を読むことをお勧めします。そしてテーマ的にはこれは敵討ちは無限ループに入って、虚しいものだというとても分かりやすいメッセージで、普通考えられる新選組の、勇壮だけのイメージとは異なります。そこがさすが手塚治虫ということでしょうか。主人公の深草歌之助さんがやってます。そして相棒の鎌桐を福之助さんがやってます。そして深草は自分の父親の敵を討つために新選組に入ると。でもその敵を討ったら今度深草はその敵の娘の八重に命を狙われる。そしてプラスアルファで自分が切った土佐藩からも命を狙われるということで、本当に敵討ちは見てるうちにこれは虚しいものだ、どっかで止めないといけないものだという気になります。歌舞伎の中でいろいろ忠臣蔵をはじめとして敵討ちというストーリーがたくさんありますけども、それに対するアンチテーゼということでとてもユニークだと思います。あと役者的には新選組で近藤勇勘九郎さん、そして土方歳三の七之助さん、これが実はかっこよかったです。男役の七之助さんもキリリとしてかっこよかったですね。そして新選組の中の悪役芹沢、これを巨漢彌十郎さんがやりました。堂々と悪の光を放つ彌十郎さん、とても見応えがありました。歌舞伎役者らしい大きい味わいのある悪役でした。正直言って主人公の歌之助さん、ちょっと軽いですね。まだ軽い、演技が軽くてあまり悔しさとかオーラとか、そういうものに欠けてるような気もしますけども、そこは逆に、漫画を歌舞伎にしたという面で、スピーディーですし、その軽さも良かったかもしれません。その軽さも良かったとも言えます。そして画期的だったのは大道具さんですね。よく頑張りましたね。書き割りも手塚治虫の漫画調のものもありますし、そしてこの三角形のうまく組み合わせて、場面転換非常に早い、全く場面転換の間を感じさせないというところは、画期的な歌舞伎という気がしました。ということで非常に新選組素晴らしかったです。チャレンジという気がしました。それでは次は百物語です。全然趣向が違うと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今8月歌舞伎座第1部後半の闇の運命百物語が終わりました。
いやー、終わった瞬間周りから「かわいい」とかっていう声が出ました。いやー、変化に富んでいて、とても面白い演目でした。百物語ということで、最初志の輔さんが出てきて、で最後の100個目のろうそくをパタパタと消す。そうすると、いろいろな幽霊たちが出てくる、幽霊オンパレードという感じでした。その中でも、一つは七之助さんと、千之助さんの踊り、これが見事でした。いや、千之助さん、この指先の、しなり方、あとこの首の角度とか、結構絶妙で、とても、見入ります。とても、目が離せない美しさでした。七之助さんの方は、オーラがある凛とした美しさという感じがします。そして最後の骸骨から勘九郎さん、そして、勘太郎さん、長三郎と、親子3人で、踊ってます。骸骨、仕掛けは分かんないですけども、なかなか見事な、骸骨ぶりでした。そして、最後、親子3人で、見事に踊る、楽しく踊るということで、本当に、納涼ですけども、怖さはなく素晴らしく楽しい舞台でした。ということで、8月歌舞伎座、客席も、フルで入れてるんで、拍手の迫力も違います。見応えありますんで、本当にバラエティに富んでます。ぜひ実際の現場の歌舞伎座に足を運ぶことをお勧めします。これからもチャンネル登録やいいねをしていただけると、皆様にいろんな和のエンタメ情報をお届けします。私が見て直後の感想を忌憚なく語りますんで、ぜひご期待ください。それでは8月歌舞伎座から失礼します。それではまた。